車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日はカローラツーリングの 1500cc エンジン搭載車に乗っています。でね、すいません、いきなりなんですけれども、高速道路の合流なので、ちょっとね、ここで踏んでいきたいなと思います。最近ね、いつもこの車内からのスタートということで、今日もここからね、ちょっと減速させてもらって、50キロからのフル加速でいきたいなと思います。じゃあちょっと踏みます。はい。ちょっとね、ずっと踏みっぱなしってわけいかなかったので、ちょっとあれでしたけれどもね、加速感としては、まあっていうのかな。なかなかね、この車、すごく静かで、想像よりね、エンジンが静かでした。結構ね、今までガサツなイメージだった M15A という3気筒 1500cc のエンジンなんですね。で、今までに乗っていた、ヤリスとか、アクアとか、ヤリスとか、シエンタとか、それからヤリスクロスとか、その辺のイメージからして、結構ね、うるさくてガサツでガラガラゴーゴーザラザラ言うのかなと思っていたんですけれども、このエンジンね、もうすごく静かです。このカローラツーリングと組み合わせた時には、すごく静か。っていうか、元のイメージがあんまり良くなかったからこそ、今ね、すごくいいイメージです。で、これは、初めてね、乗った瞬間、数日前、3日前からね、その時に一番強く思ったんですけれども、エンジンかけたらね、シュルンとかかって、ブオンってあんまりガサツな感じじゃなくて、振動も少なくて、音もマイルド、しかも音量も小さくてといった感じでエンジンかかったんですね。やられています。なるべくそれをマイクで拾うようにとか工夫しますので、ちょっとね、聞いてみてください。では、エンジンを切ります。続いてかけます。振動がブイーンと盛り上がってかかるようなね、印象ありますけれども、このカローラシリーズの3気筒、セダンとツーリングで、そこでエンジンがかかった時におっと思って、で、ちょっとね、軽く動かした時に、滑らかだねと、CVT もね、大部分がね、滑らかさをキープしてくれて、あんまり評判良くないエンジンではありますけれども、燃費性能とかは別です。そっちが優先されているようで、走行フィールに関してとかはね、あんまり良くない感じも言われますけれども、このツーリングね、やっぱり大きくて、ボディも大きくて、重量もあってという車に乗ると、エンジンの存在感がね、だいぶ薄くなってくるんじゃないかなっていうのがね、もうほんとこれに乗って体感しました。でね、一応スペック的には120馬力です。で、加速感、そうですね、静かで、意外とね、刺激少ないんですね。前回に踏んだ時は、ブイーンというね、このエンジンらしい音を出します。ただそれ以外のハーフアクセルぐらいですと、加速していてもジェントルですし、音も静かで振動も少なく感じられるので、そんなね、加速感自体はないです。なので、一長一短ですかね。滑らかに感じられる分だけ加速感はそんなに強くない。体感的なね、加速感。それで言うとそんな感じの印象につながります。でもね、もうほんと自分最初びっくりしちゃってね、これ3気筒だよねと。あれと思ってね、エンジンルーム覗きに行っちゃったくらいでして、っていうのがね。それぐらいです。やっぱりエンジンってね、本当乗る車、搭載される車によって表情を変えるというところがね、あります。ということでね、あとこの動画では、乗り心地とかハンドリングについて、そのあたりね、述べていきたいなと思います。内装とか燃費とかは別に動画撮っていますので、すみません、そっちでね、他の動画をご覧いただければと思います。で、じゃあちょっと次は乗り心地の話に行きますね。乗り心地は大部分がね、いいです。しかもすごくね、多くの人が普通だろうなって感じるようなね、その特別感がなくて不快感もなくて、そういった本当にね、ちょうどいいバランスに自分感じられます。それは硬さと柔らかさの関係、あとフラット感と、ストローク感の関係、そのあたりでね、どっちも思うんですけれども、中心が本当に平均というか多くの方に好まれそうなところでありつつ、
こう幅が広くて大きなね、広い多数派層に、支持されそうなというのかな。まさしくこのカローラのイメージ通りですよね。で、そうですね、動く量はストローク感としてはね、そんなに大きくないんですけれども、動く量はそんなに大きくない中で、衝撃はちゃんとカットしてくれている。そのあたりがね、この何でしょう、不快感ない乗り心地として。ただ普段いい分だけちょっと目立つっていうのかな、ちょっと嫌なところが目立つところもあります。まあそれはちょっとね、今ザラザラの荒れた路面ですけれども、こういったところに来るとね、一気にこうぐんとこうノイズレベルが上がったような感じ受けますし、ザラザラ感もやっぱりちょっとシートに伝わってくる。でこれはリアシートにいますと、リアシートね、座面もシートバックも硬い方です。結構硬い方なんでね、この辺はダイレクトに伝えていきやすい。あとね、連続する段差なんかがちょっと苦手ですね。この辺りはサスペンションの伸び側の減衰力とかにもよってもね、変わってくるところで、いいところを広く取ってあって、でもね、やっぱりこうどうしようもないところはやっぱり出てくるのかなといったところでしょうかね。でもね、この車の233万円、今グレード G という中間のグレードで乗っていまして、これが233万円なんですね。この値段を考えた時に、そうこれ以上望むにはっていうのがね、なかなかこう他そんなに選択肢ないかなっていうぐらいね、フラット感とストローク感、それから、柔らかさと硬さ、この辺のねバランスがいいんじゃないかと。であとね、車的にもね、長距離移動される方も多いと思います。で今高架の高速道路でしたので、こう継ぎ目がね定期的にあります。パタンパタンってね、この辺のね乗り心地も悪くないですね。全然不快感ない感じでした。ということでね、あとハンドリングについて。ハンドリングはトヨタ車は結構ね、最近同じような味付けっていうのをね感じます。でもね、このカローラはちょっと違うかなっていうのかな。そういうところがありまして、やっぱりね、多くの人が乗りやすいような味付けだと思うんですね。今ちょっとすいません、ちょっとハンドル切れちゃってますけれども、これで動かし始めがね少し重め、中心が重いですね。中心が硬くて固められるタイプ。そう中心が緩められたナチュラルさ、なんだろうな、お肉で言ったらナチュラル牛肉と加工牛、天然じゃなくてその脂肪注入霜降りなんていうのもありますけれども、それで言ったら、自分的にはね、その脂肪注入型霜降りみたいな、表現をしたいですね。で悪いって意味じゃないですよ。柔らかくて美味しくて、でも最近の車、最近のというかね、中心が重く作られている、味付けされている、そんなハンドリングですね。で駐車場とかのねパーキング速度ですとハンドル柔らかく軽く感じられます。それからこういうところの交差点ですとか、ちょっとね深いコーナーとかに行きますと中央に戻る力がね強く感じられます。この辺りが、カローラらしいところでしょうかね。めちゃくちゃ個性があるわけではないですし、めちゃくちゃその作られたハンドルでもない。で中で多くの人にやっぱりこう評価されるようなね、そういったハンドリングかなと。本当はもっと車好きの方とかでしたら個性的とかね、シュンシュンピ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 ュンするようなねハンドリングとか、求められるかもしれませんけれども、そういうのではない。その代わりにこの車乗りやすいと感じる方が多いでしょうから、ドライバーの個性が出るなんていうのもね言えます。こういうね、今右に寄って左寄ってそこをどれだけハンドルの操作量を少なくして走っていくか、そういったところの楽しみなんかとかね、そういう運転をしたいという方にはもう全然走りやすいでしょうし、それをドライバーの個性が出るって言い方したらそうなりますね。昔ね、ぶっこみのタクっていう漫画があって、自分が子供の頃ね、小学生の頃かな、もう好きでした。でオフロード系のバイクでね、このバイク個性ないじゃん、でも乗り手の個性出るじゃんってセリフがあって、そう子供ながらにね、へえと思ったのを思い出しました。そんな車ですかね。もうほんとねカローラっていう感じです。
で、お値段的なね、クラスと価格を考えた時にも、すごくね、いいっていうか、まあ安いと感じるぐらいかな。本当はね、マイナーチェンジ前は、199万円なんていうのもありましたから、まあちょっと上がってますけれどもね。あ、そうそう、あとエンジンで言うと、2022年の10月までは 1800cc がこのカローラツーリングの主力になっていました。で今はそれが 1500cc に変わった感じです。で、4気筒 1800cc で少し古い世代のトヨタのエンジンですごくね、このジェントルさ、滑らかさ、静かさ、そのあたりがこう強調されていたエンジンだったんですね。で、それが変わって今のこのダイナミックフォースエンジンと言われる世代のエンジンは元気さとか燃費性能、あと熱効率が高いということで、ちょっとね、ジェントルというよりは元気がいい回り方を感じます。で、そういう風に変わってきてますけれども、このカローラクロス1280キロでボディ全長4500、そのサイズの中で見た時にエンジンの存在感はね、結構薄い。つまり、エンジンのね、粗が目立ちにくい、それから遠くの方にあるようなね、存在感の薄い感じで回り方をする。なので、そうですね、あんまりネガティブにならずに、とりあえず乗ってみたらね、ああ、3気筒も、まあそんな悪くないじゃないと思うのはこのクラスになってからでしょうかね。まあ車体的にね、すいません、さっき言いましたっけ？そう、この車体に乗ると、まあそんな感じ受けなくもないと。まあ少なくても自分はそんな感じを受けました。で、パワー感としてはその代わりに感じにくい。結構ね、車線変更とか合流で全開踏むシーンがね、今日も何度もあったりなんかして、そのくらいのパワー感でした。で、燃費なんですけれども、さっきね、渋滞中走っていたら8キロ台がね、表示されていて、今ね、高速とか主体で31キロ走ってきまして、この状態ですと今燃費が 17.2 キロ、17.3 キロ、この辺りがね、表示されています。で、カタログ燃費は WLTC モードで19キロでした。まあ、よっぽど条件がいいとこ行ったらね、19キロぐらいで走るような感覚だと思います。ということでね、動画は以上です。よろしければチャンネル登録といいねボタンで応援よろしくお願いします。